こんにちは、ソニック研究員のケイティです。今回は 2D ソニックシリーズの完全新作、ソニックスーパースターズの最新情報をお届けしたいと思います。6月9日に配信されたサマーゲームフェストというゲームイベントで、なんとソニックシリーズの最新作が出るということが急遽発表されました。今年はソニックフロンティアの DLC がありますし、ソニックオリジンズプラスも発売されるので、まさか新作ゲームが出るなんて思ってなくて、めちゃくちゃびっくりしました。でもめちゃくちゃ嬉しいサプライズでしたね。そんなソニックスーパースターズというゲームなんですが、まだ発表された直後であるにもかかわらず、割といろんな情報が出ていたので、今回はこのソニックスーパースターズのアナウンストレーラー、公式サイト、IGN のプレイ映像などなどいろんなところから情報を集めて、それらをわかりやすくギュッとまとめてきました。この動画を見ればソニックスーパースターズがどんなゲームなのかがだいぶイメージできると思いますので、今作が気になっている方は最後まで見逃し厳禁です。それでは早速始めていきましょう。ソニックスーパースターズは6月9日配信のサマーゲームフェストで発表された 2D ソニックシリーズの完全新作です。ソニックシリーズには大きく分けて 3D ソニックシリーズと 2D ソニックシリーズがあって、まず 3D ソニックでは文字通り 3D のマップをソニックたちが駆け巡ります。またキャラクターたちも全体的にスタイリッシュで声も当てられていますね。去年発売されたソニックフロンティアのようにしっかりしたストーリーが用意されることも多いです。一方で 2D ソニックシリーズは昔ながらの横スクロールアクションゲーム。キャラクターたちもどちらかというと可愛らしいデザインになっていて、声はありません。ストーリー性もほとんどなく、本当にザ・アクションゲームといった雰囲気のシリーズですね。ただこの 2D ソニックシリーズは、アクションゲームとしての完成度が非常に高いです。ソニックっていうとどうしてもスピードに目が行きがちなんですけど、仮に全くスピードを出さずにゆっくり攻略したとしても、めちゃくちゃ面白い。それくらい完成度の高いアクションゲームになっているので、個人的に 2D ソニックシリーズも大好きなんですよね。ストーリーがない分頭を使わなくていいのも地味に嬉しいです。そんな 2D ソニックシリーズの完全新作が今回発表されたソニックスーパースターズになります。アナウンストレーラーなどを見てみると、ゲーム性は従来の 2D ソニックを踏襲したザ・アクションゲームのようになっていますが、デザインはドット絵から 3D に進化していますね。また、初代ソニック在地局のデザイナーである大島直人さんも制作に参加しているようです。2D ソニックシリーズの正当進化のような感じがして非常に楽しみですね。あと個人的な感想なんですが、今作のソニックめっちゃ可愛くないですか？全体的にちょっとボテッとしてて、個人的には過去一可愛いんじゃないかと思ってます。あくまで僕の感想ですけどね。また他にも進化した点で言うと、今作では主人公のソニックはもちろん、テイルス、ナックルズ、エミーの3人もプレイヤブルキャラクターとして参戦するそうです。映像を見るとテイルスが空を飛んだり、ナックルズが滑空したり、エミーがハンマーを振り回す様子が確認できるので、各キャラの固有アクションもしっかり実装されているみたいですね。また今作ではカオスエメラルド一つ一つにエメラルドパワーという能力がついているそうで、例えば滝を登れるようになったり、分身して敵に攻撃したり、クラゲのような姿に変身することなんかもできるそう。これまでの 2D ソニックってかなりシンプルなゲーム性だったので、この新たなアクションがどんな遊びを届けてくれるのか、今から非常に楽しみです。また今作にはマルチプレイ機能もついているようで、最大4人での協力プレイができるようになっています。残念ながらオフライン限定みたいなんですが、例えばお子さんのいる家庭では家族みんなで遊んだり、友達を呼んでみんなで遊んでみても楽しいんじゃないでしょうか。マリオやカービィで似たような遊び方ができるゲームがありますが、ソニックでもようやく4人で遊べるゲームが出てきましたね。ぜひこの機会にソニックにも触れてみてほしいなと思います。そんな今作のストーリーなんですが、まず今作の舞台は巨大生物が生息する神秘の島、ノーススター諸島。今作で初登場する舞台なので、当然出てくるステージも新しいものになってくるかと思います。最近の 2D ソニックは過去作のオマージュやリマスターが多かったので、久々の新ステージが超楽しみですね。そしてこのノーススター諸島を舞台に巨大生物の捕獲を企むドクターエッグマンとファングに立ち向かうというのがこのソニックスーパースターズの物語になるそうです。ここで皆さんに注目していただきたいのは、このファングというキャラクター。ほとんどの人は、新キャラかなと思われるでしょうが、実はこのファングというキャラクターは新キャラではないんです。それどころか、一時期は準レギュラーと呼べるくらい頻繁に出てきていたキャラクターなんですよ。ファングが初登場したのは、1994年に発売されたソニック&テイルス2というゲーム。このゲームにおいてファングは、スペシャルステージの番人のようなポジションでした。ファングのフルネームはファング・ザ・スナイパーで、狼と飛びネズミのハーフです。そしてナックルズやルージュと同じくトレジャーハンターを生りとしています。カウボーイのような帽子がトレードマークで、主にピストルを用いて戦うキャラクターになっていますね。そんなファングはソニック&テイルス2で初登場した後、翌年1995年に発売したソニックドリフト2、さらに1996年稼働のアーケードゲーム、ソニック・ザ・ファイターズにも登場し、すっかりソニックファミリーの仲間入りを果たします。
しかしその後、3D ソニックシリーズが展開されてからは、パタリと登場しなくなって、ステージの背景に小ネタとして登場するのがせいぜいでした。2017年発売のソニックマニアで久しぶりに出たと思ったら、別のキャラが化けていたというオチだったりもしたので、もう二度と出てこないのかななんて思ってたんですが、今回まさかの復活を果たしたということで、コアなソニックファンの間では非常に話題になっています。最後に登場した1996年から約27年の時を経て復活したファングが、どんな活躍を見せてくれるのか、この点もソニックスーパースターズの大きな注目ポイントです。ソニックスーパースターズの発売が発表された翌日に IGN Japan から10分間のプレイ映像動画が公開されました。早速内容を見てみたんですが、意外と過去作の要素が多いなと思いましたね。例えばステージ BGM は過去作の曲が元になっていましたし、ジャンプやリングを取った時の効果音もシリーズおなじみのものでした。また敵を倒すと動物が出てきたり、待機モーションがあったり、ボスを倒すと焦げたエッグマンが逃げていくといった演出もしっかり実装されていたので、過去のソニックを知っている方も、うわ、懐かしいなという気持ちになって楽しめるんじゃないかと思います。ソニックといえばこれみたいな要素をしっかり残してくれていましたね。おそらく今作のメインターゲットは新規層。もっと言うなら、今の子供たちに向けたゲームなんだと思いますが、昔ソニックを遊んでいたけど最近やってないなという人が、このソニックスーパースターズをきっかけに戻ってくるなんてことも全然あり得るなと思いました。一方で新しい要素としては、例えば初めて見るギミックなんかもありましたし、主に 3D ソニックのアクションだったグラインドが 2D ソニックにも実装されているのが確認できました。あとボスとの戦闘もこれまでにない攻略法だったりしましたね。全体的にかなり手堅く作ってきたなという印象だったので、変な話、冒険したタイトルではないんだと思います。ですがその分間違いなく面白いんじゃないかと思うので、個人的にはこういう方向性も全然いいと思いますね。ソニックはどちらかというと新しいことをどんどん取り入れるシリーズですが、こういったいつものソニックを感じるゲームもまたいいですよね。遊んでいて安心感があるので、個人的にこういった作品も全然ウェルカムです。もちろん冒険したタイトルも楽しみにしているので、結局はどっちも作ってくれっていうすごくわがままな要望になってしまうんですが、あと気になる点としては、操作性や難易度がどうなっているかですかね。ソニックはスピードが速い分、操作性や難易度がちょっとでも難しくなると、一気にきついゲームになっちゃうんですよ。なのでこのあたりがどうなっているかは非常に気になるところです。逆にここさえちゃんと調整されているのであれば、きっと誰でも楽しめるようなゲームになるんじゃないでしょうか。最後に製品情報です。本作は2023年秋に発売予定とのこと。また価格などについてはまだ海外向けの情報しか出ていないんですが、少なくとも海外ではデジタル版とパッケージ版が同時リリースで、価格は59ドル99セント程度だそうです。日本円にするとだいたい8000円ちょいですかね。最近は海外と日本で差がなくなってきているので、日本でも同じような展開になるんじゃないかとは思ってます。とはいえまだ公式発表は出てないので、今後情報が更新されたらまた皆さんにご報告したいと思います。以上、2D ソニック完全新作、ソニックスーパースターズの最新情報でした。急に出てきた情報だったので本当にびっくりしたんですけど、今から遊ぶのが楽しみで仕方ないです。また何か情報が出てきたら動画かコミュニティ機能などで皆さんにお伝えしますので、楽しみに待っていてください。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。